はい、こんにちは。では次は、ピントゥーンのマレット型ね、シグマ2のタイプ4、ちょっと見てください。これがピン型の、シグマ2ですね。でこれがマレットですので、ピン型はですね12センチぐらいの幅を見て、こうね12センチ弱、11.5ぐらい、11.5から12センチありますね。でマレットは2センチちょい小ぶりになってます。ですから他のマレットと同じように、やはりオフセンターの比率からするとね、センターからこの幅が12センチ近くあるのと9とかね、10センチ切ってますよね。9.5 ぐらいですから、こうやって見るとテイラーさんのやっぱり小ぶりに感じてるのはその感覚だけじゃないのね。ほらこうやって見るとテイラーのトラスは、すごく小ぶりだなって私ね思って気に入ったなって思って、それやっぱりこう印象だけじゃなくて実際小ぶりですね。こうやって見るとピンのマレットが幅が 9.5 あるのに1センチ違うだけでね 8.5 ぐらいでしょ。フェースだけで見ると 8.5 ぐらい、すごい小ぶりになってるわけですよ。もちろんこの角も短くなってて、そういう意味じゃ違和感がねこうギュッとコンパクトになっていいなっていう、そういうふうに、この見た目は本当に好き好きです、ね、ですので何とも言えません。ではこのパターンね、なんとロフトを測ったら2度なんですよ。でリアルロフトが2度なので、今ここ見てください、マイナス3に設定してインパクトロフト1にしました、ね。大丈夫かな、はい、ずっとねいろんなパターをインパクトマイナス1でね、ヘッドの浮き具合は、9ミリから15ミリぐらいの幅でやってますので、デッセンピン型のこれで、マイナス 3.5 ぐらいまでセンターで打つ分にはいいんですけれども、オフセンターヒットになってくるとちょっとスコアがね悪かったので、一応マイナス1で統一して今実験をねまた再開しましたね。でこのマレットどうかなというところです。はい、でははい、じゃあセンターからいきますよ。はい、確認してください。ヘッドは12ミリ浮かせ、マイナス1度ロフト、でもともとのリアルロフトはもう一つ大事なこと言い忘れました。そうです、もう一つ超大事なことを言い忘れました。ちょっとこれ比べるとですね、見てください。このシャフトの太さ、同じピンのシグマ2と、同じシグマ2のタイプ4マレット型のこの太さを見比べてみてください。近くでこの幅がですね、こちらは12ミリ系ぐらいあるね。12ミリぐらいあるね。こっちは10ミリしかないんじゃない？10ミリね。細いんですよ。なぜかというと、このタイプ4は長さを調整できるようになってるんです、ね。長さを調整できるようになってるので、このシャフトがね細くなってます。ですから、私が何度も言って心配してるように、これちょっと全体映してください。このヘッドの動き、ちょっとこちら側から見て、ちょっとここで振動させると、ほらヘッドが揺さぶられてる。もう少しアップでどうですか、声映ってますね。つまり
このシャフトがですね心配少しこうね、弱いんじゃないかなっていう、このヘッドの重量と、それからオフヒットした時にやはりこう、芯で打ってる時ももちろんそうですよ、こうしなるところ、しなり戻りがあると思うし、振ってる間にこういうね動きがあるかもしれません。でこれは今回はバックスイングを止めてるじゃないですか。ここで止めて安定させてから離してる、こうやってね。実際のストロークってここで止められる人って少ないんですよ。こうしてプチに行くともう少しねヘッドが揺れると言いますか、遅れますんでね。シャフトが柔らかければ当然こうヘッドがこう引きますよね。フェース開いたりします。でまた戻ってくるっていう、はい、確認して、と1センチです。オフセンターヒット。そのシャフトを心配してます。ヘッドの完成度、フェースインサートはまあ多くないと思うんですよね。と1センチで、こうやってたってちょっと振動しちゃうと少しフラフラするから、止まってから離してます。いやー綺麗よ、綺麗だけど、綺麗に今ね順回転でいってましたけど外れた。でこれ多分ねシャフト、今の感じ、もう一回と1センチいきます。見てください。いやだからもったいないよな、そう思うんですよね。せっかくこれだけ完成度の高いねパターでありながら、これも綺麗に転がってるじゃないですか。これは入った。でさっきのもほぼ同じ、綺麗にこのラインがね本当に綺麗にピューって一直線にいってるんです。画面でちょっと伝わらないかもしれませんけど、入ったと思って、右サイドから入ったと思ったらこれ等2センチ、そして右サイドから入ったと思ったら右のカップをなめて外れたでしょ。でもねこれ本当にねプロにとったらこれ死活問題ですよ。これ2センチ、これね絶対シャフトだと思うな。シャフトがやばい。だからもうちょっと短くするとかね、シャフトをね、もう少しシャフトの高度を上げるとか、はい、これねトゥーンのこっち今ヒール1センチね、これすごく良かったんですよ。やっぱりシャフトが太いし性能すごく良かった。これは長さを調整できるようにしたがためにシャフトが細すぎる、ね、ヒール1センチだから、人がやったらもっとね出ちゃう。ヒール1センチはむしろしなって入る。ヒール2センチがどうかな。はい、ヒール2センチ確認してください。ヒール2センチ、ヒール2センチね。はい。どう1センチ外れたんですよ。はい、真ん中から入りました。で、ヒール2センチは通常は弱くなる傾向があるんだけど、やっぱりトゥーンパターはベースが柔らかくて、あとハンコリン効果というのかな、分かりませんが、割としっかり推進力はありますよね。だからヘッドに問題があるとは思いません。シャフトです。はい、真ん中2ミリ浮かせのマイナス1ドロフト、はい、真ん中です。綺麗、本当に綺麗、綺麗に真ん中綺麗に入ります。はい、じゃあ等1センチ、さっき外れたやつ、ね、見て、等1センチ、いや綺麗よ、綺麗に転がってます。今回は入った、今回は入った。これはねヘッドに問題はないです。ヘッドはもうやっぱりこのフェイスインサートいいと思いますよ。これ中も柔らかいしね。2センチ
ます。2センチ入んないか。危ない、めちゃくちゃ危ないね。これさっき入んなかったですよね。2センチ。私もこれをね、単調な動作をやってるとすぐ忘れてしまいます。ヒール1センチです。さっきなんだっけみたいな忘れてしまいますが、ヒール1センチ。本当ね、シンプルでね、このメンタルが病んでくるんですよ、この実験は。危ないけど入った。だからシャフトのしなりが一定であればね、入るんでしょうね。はい、ヒール2センチを。2センチ。遅いんですよ。ヒール2センチ。若干弱いかな。はい、若干。2周しましたっけ。ね、はい。今回のターンは入りましたね。と1センチ、と2センチ。危ない時もあったけど、ただ、これね、明らかにこれシャフト細いです。シャフト細い。こんなに揺れちゃうんだもん。こんな揺れちゃう。どうですか、ね、これはやはり改善の余地があるんでしょうね。せっかくヘッドフェイス、これバランスいいし性能いいと思うんで、もうちょっとしっかりしたねシャフト、あるいは太くするか。ほんとね、10ミリと12ミリでこんなに違うのね、径が。ですから、ヘッドそのものの性能はいいと思います。あとはヘッドの大きさの好みがあるんですけど、こうやってトラスと比べると本当に一回り違う。でそれが人間の目で見るとね、丸みがあった方がいいのかシャープな方がいいのかっていう、好みも含めてね、いろいろやはりメーカーさんっていうのは素晴らしいね、アイデアを出して次から次へとよくね、いろんなもの毎年のように出せるなと思って感心しますが、少しずつ形をね変えて新製品にしないとね、なかなか消費者の方も購買意欲がね湧かないのかなっていうところもあるかもしれませんが、実はその名機と言われるものがね過去にも出てて、それを通り過ごして余計なことをやるばかりにね、本当の性能的に言うと何年か前のパターンが良かったとかね、そういうこともね多少はあるんじゃないかなと思います。はい。では今回のシグマ2タイプ4ですね、これの結果が出ましたので、またパターンをねいろいろ変えて、検証を続けていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。